あなたを怒らせてしまったのかもしれない。ずらーっととってもね、勝ち気な方っていうのが出てる。この方が主導で動いていたんじゃないかな。このプレジャーカップの愛のカードが出てるんだけど、少し袋小路に迷い込んで、先が見えないわけではないけど、ちょっと頭打ち天井についたかなっていう、そういう状態なんじゃないかな。このタイのね、山ではもともとお相手さんがあなたとの関係性の主導権を握っていたんだけど、あなたをね怒らせてしまって、ものすごく驚いてる、びっくりしてしまったよ。でここがナイトのワンドで、さらにナイトのソーズ、これは未来を表してんだけど、必死にね火消しに回るのかな。あるいはプライドの高い方だったら、自分があたふたしてる様をあなたに、あなたは分かってると思うけど、悟られないための根回しをする。あなたね、もうカンカンに怒っちゃうんだけど、だけどね、この方のね、作戦かな。あなたの気をもう一回引こうって。あなたの気持ちをもう一回自分に向けようっていうこの作戦に共鳴して、もう一回ね、二人の関係性っていうのが立ち上がってくるんじゃないかな。これワンドの7だよね。あるいは、このお二人の関係性を何とか取り持つ。壊れないように。むちゃむちゃ怒ってるってなんかメッセージが来る。あいつがあなたに強く決意したこと、あなたに芽生えた心境の変化を認めないじゃないかな。認めたくないじゃなくて、俺は認めないっていう決意じゃないかな。あなたとの関係性であなたのウィークポイントを熟知していた。今もそうでしょう。あなたから
一つの感情をね引き出すためにはダイレクトにねそういうんじゃなくて、ちょっと迂回してあなたの中で根性、永遠に変わらない心の金銭っていうのかな、あるいは負のやる気スイッチとかって言ってもいいかもしれない。ここを触れればあなたの心を乱して感情のコントロールができる。そこを分かってんだよね。だからちょっと巧みなやり方であなたとの関係性をリードしてきた。でもね、あなたも気づき始めてるのよ。ただ気づいてるのは自分の弱さに。あ、私こういうとこあるなって。こういう思考パターンを持ってるなって。自分で気づき始めた。ただ、それを間接的に、巧みにね、このお相手さんに利用されているというところまでは気づいてないかもしれない。またね、共振するって出てるから。この方はね、あなたを今までのように支配できなくなった事実に困惑してやがて疲弊する。でもね、その狼狽をあなたに見せるわけにはいかない。だからこんな急いでるんだよ。だから勝者を気取ってね、あなたの元から去る、あるいは他の恋人を作り、あなたが自主的に去るように仕向ける、そんな決意をしている。だけどね、その策略にね、もう一回あなたが共振して、ひょっとすればお二人の関係性を再構築するかもしれない。ただこの方の決意としては、なんかプライドがね高いっていうメッセージがよく降りてくるから、結構本気で、自分のプライドを守りに入ってるかもしれないね。そんなとこに惹かれちゃうのかもしれない。どうでしょうか。そんなことないわってね、怒る気持ちはわかる。だけどそのようにメッセージが降りてきちゃう。まずね、このサクセスのカードにイニシエーション、儀式的な行為のカードが来てる。あなたが結構術中にはまってるかもしれない。このお相手さんの方法論に。だから今回の一件でむちゃむちゃ心をかき乱されてる。意図的にそうしたわけじゃないんだと思う。お相手さんもすごく狼狽しているよというメッセージが降りてくるから。だからある意味二人の関係性っていうのはさ、どん詰まりまで来てるのよ。新たな変化が必要だったのかもしれない。新たな刺激が。だからお相手さんも図らずも自分が狼狽するほどに大きな動きを見せたと。でそれにあなたがとてもね強く反応した。このカードではあなたに主導権が移ってるよね。ふざけんじゃないわよって。あるいはあなた自身が元の鞘に戻りたがってるかもしれない。こっちはね観音様のカードだけど、このねなんとか火消し、あなたの怒りを鎮めようとしてるこのナイトのワンズ、このクイーンのワンズに従える、このナイトのワンズにこの観音様かかってんだよね。
あなたの寛大さ、優しさ、思いやり。このカードも燃えてるよね。赤々と。まあこのワンドの7でさ、まあ同じね、鞘に戻るって言ったんだけど、今後の関係性はちょっと立場が逆転するかもしれないよね。この方にとってあなたが立ちはだかる大きな存在として。だから自分のプライドを守ろうとしてさ、傷ついてる自分を見せないためにあなたに心理戦を仕掛けたことがあなたの逆鱗に触れたのかもしれない。二人のさ、まあルールっていうのかな、それにやっぱり触れてしまった、その違反してしまった、それはやっちゃいけないでしょっていうようなこと。まあ、なんかここら辺のカード見るとね、本当お相手さんの思惑の中にあなたがいたっていうのが見えるんだけど、今後元の関係に戻ったとしてもあなたに主導権が移れば結構、まあこの関係性をね、これでは保つと出てるから、なんかもう一回トライしてみてもいいのかなと思う。お相手さんは相当慌てふためいてる。もう早急に何とかしなきゃっていう、状態になってるね。大アルカナ20、審判が来ました。いやいやいや、よくよく考えなさいっていうカードだね。まあなんかすごく迷ってる絵柄だよね。もうこの花は下向いちゃっててさ、やっぱりこのプレジャーのカードだけど、確かに良かったんだけど少しこう下向き、こう機運が落ち目になってる。下がる気持ちもあればね、また上がる気持ちもあるよと。そんな中ですごく迷ってるよね。ただまあこの決断結構やっぱり大きいんじゃないかな。あなた次第かもしれないね。この方多分あなたが必要だから、ね、新しい恋人作って新しい生活始めてもあなたのことずっと引きずってるだろうね。もうとにかく自分の今までのあなたに仕掛けていた呪縛っていうのかな、かけてた魔法がなんか破られたことが認められないんだろうね。ある意味あなたからしたらどっちでもいいのかもしれない。この方にとっての審判かもしれないね。戻れば戻ったであなたがこの関係性のねリーダーとなってね、今までのような立ち回りはできない。だ戻っても結構辛いだろうし、前へ出たとしてもね、切ないだろう。あなたからしたらなんかどっちでもいいのかもしれないね。どうしようかなって。でかい決断だけれど、どっちでもいいわぐらいなんかそれぐらいに聞こえてきちゃうな。
とっても良いよね。キングのカップとナイトのカップとプリンセスオブカップスで、真ん中がチェンジってなってて、トップがワンドの8。まあ素早く動くっていうようなね、天気っていうのが来てる。淡い関係性、不安定な関係性、まあ、もしくは日陰の関係性かもしれないね。あなたはどちらかというと楽天的かもしれない。あなたの方が、天真爛漫。まあ、人生の成功体験みたいなものが土台になって今を生きている。で、一方お相手さんの方はディスアポイントメントと、愛に関するちょっと、まあ、後ろめたさみたいなものを持ってるのかな。まあともかくまあチェンジとこのワンドの8が来てるからなんか変わるだろうね。まあ一番最初に感じたのはなんか本当結婚とか前提に付き合ってるんだけどちょっと難しい状態なのかなと。未来を表すところには、まあ、ソードの8、まあ、干渉ってなってるよねこのカードデッキでは。いわゆる囚われるとか束縛されるって。もうあなたに殺されてもいいって、命捧げてもいいって懇願してる、決意してる。後がないんだって思い詰めてんのかもしれない。純粋悪、悪の中に純粋さを見出している。深い愛の泥沼に落ちちゃって全く素直じゃないんだけど、根本的に人を信じてない人なんだけど泥だらけになってね、もう恥も外聞もなくなって、なくなったところでね、あなたに心を打ち明けられる。まな板の上の恋、人の世の嘘とか欺瞞とか建前とか認められない人、そこには誠実さや優しさや立ち向かう勇気もね隠れているっていうことを知っているのに認めることができなかった人、そんな自分が認められるわけない、そんなふうに考えてる自分が認められるわけないんだっていうふうに、そんなほころびにね到達すれば初めて誰かに愛してもらえるんだと。あなたはそこまで考えてないかもしれないよ。あなたに愛してもらえるんだって勝手に信じてる人なんで。あなたはもっとね天真爛漫って出てるよ。結構近場の成功体験に裏打ちされた自信を持ってると出てる。まあだけどそんな道理通らないでしょ。だからなんか後ろめたさを持ってる人なんだよね。だからあなたにもう命捧げてもいいってやけっぱちになってる。なんか結婚を咎められてるかもしれないよね。
もうどうしてもあなたと結婚したい。ただなんか後ろめたさある人で、でもうすぐ動かなきゃって、もうチェンジって出てんだから。だけどおぼこいコミュニケーションだよね。ほんとなんか隠れて細々と連絡取り合ってるかもしれない。大きな課題があるよ。まあこのカードの読み方ではないんだけど、ちょっとなんか3人の浮気相手がいる。言い過ぎだな3人は。だけどなんか3回ぐらいやらかしてんじゃない。であなたはそれを見てるよね。傍観してる。なんかそういう負い目があるんじゃないかな。ディスアポイントメント、愛に関する。こっちはまあシスターズ・オブ・ハーモニーで協調性とかみんなで協力して、まあ、芸術的なことだよね。美徳を編み上げる、でメロディーを奏でる、そういう協調性大事だよって。まあこのナンパなねナイトのカップにかかってて、どうなんだろうね。なんか美しいものに引き寄せられちゃう人かもしれない。で同時にとても小さい世界、自分にしか見えない世界をあなたに見てるんじゃないかな。だからあなた以外の別の恋に求めてるものとは違うものをあなたに求めてる。だから自分の中で、自分の心の中で自分が認められてないその世界っていうのをあなたの中に見てる。いつもあなたのことがね気になってるって。この方のね夢の中に出てくるね。ちょっと屈折した方だからさ、夢の中であなたが別の形でね出てくるかもしれない。例えば美しさとさ、わずかな醜さを併せ持った象徴的な存在としてね。でその存在にはあ世話してやらなきゃって、はあ尽くさなきゃって、夢の中でねいつもそわそわしてる。あなたがね多くの人と違う点、まあ、個性的なところかな。それはファニーな点かもしれない。とても無防備で危険な部分かもしれないね。だけどもあなたは気にしない。その部分を得ることにこの方は価値を感じているのかもしれない。だからあなたはひょっとすればなぜこの方が私を愛してるのかっていうその理由がわからないかもしれないよね。あなたはさこの方の犯した罪を結構ね平然と見つめてるよ。まるで他人事のように、私たちは本当に一緒になれるのかしらって、それぐらいのスタンスかもしれない。おっと悪魔きた。
これはね、あなたがね、傍観していてはいけないかもしれない。結構ね、だら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 ね、この関係性は続くかもしれないね。だからあなたも、いろいろ腹が立ってるとは思うのよ。この方の取ってる行動にね。ただなんとなく居心地があるのかもしれない。新たな男を探すのがちょっと面倒くさいとか、なんか気心も知れてるし、とりあえず楽だからいいやみたいな。なんかそういう考えでいると、本当にダラ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 いっちゃうかもしれないよ。ある意味一番長続きしてしまう、ごめんねこういう言い方して、腐れ縁、一番長続きしちゃうパターンじゃない。もう最終的になんか付き合ってるのか別れてるのか、喧嘩してるのか今仲がいいのかとかもう分かんなくなっちゃう。なんか麻痺しちゃって、なんか互いに居心地だけはある。だからこの干渉っていうのはどうだろうな、どっちがどっちっていう感じがしないんだよね。あなたもとても自由だし、この方もなんか勝手に切羽詰まってる。で自分の切羽詰まってる点がなかなかあなたに伝わってないんじゃないかな。いろんなさ雑多な問題がさいくつかある。バラバラで統合されてない問題がね、それをなんとなくなんか2つの剣がうまくバランスをとって抑え込んでる、干渉する形で。だから結構続くかもしれんね。ただだけど真ん中チェンジだからね。で上はもう早急にって出てるから、そうだな、今現時点ではそうこのカードが一番真ん中に来てるから変わる時かもしれない。結構だから重い腰上げないと、捕まっちゃうね。だけどこれトップがプリンセス・オブ・カップスでよかったね。結構壮絶なカードが出てるんだけど、あなたがねお相手さんから多くのものを得たかもしれないよね。このプリンセス・オブ・ソーズ、とてもせっかちに動いてるけど、ダールかな、もう宇宙、世界だね、21のこれで宇宙になってるけど、でさらにはね体の位置にデビルが来てる。もう離れられんぞと、やっぱりあなたもなんか運命を感じて突っ走ったのかもしれない。で未来のこのタイの山なんだけども、良くないんだよね。とっても悩むよ。とってもね苛烈、苛烈な憂いが来る。憂いじゃないよね、苛烈。コテンパンにやられる、やられきる手前だね、急だから。
でだけども最終的にエースのソーズが来てるから、これもだけど意味深だけどね、こっちにプリンス・オブ・ソーズがあるから、もうがむしゃらにもう鞭打って進むよと、どういう意味なのかってちょっと怖いんだけど、まあね、真ん中がアートでうまく調整して、あなたは1抜けるよと、プリンセス・オブ・カップスと、羽ばたくというのが出てる。これがなんかすごく救いな感じがする。あいつがね、あなたに強く決意したこと、怖く読めば、あなたが多くのものをこの方から引き出した、そのことに対する嫉妬があるかな。だけれども、やっぱあなたのことを忘れようと決意してるんじゃないかな。だけど全然忘れられないの。なぜなら、そもそもね、あなたと向き合っていない。結局、あなたと向き合っていなかった。等身大なあなたとね。この方の今世の課題がまだ曖昧。輪郭しか見えていない。逆に言えば、曖昧な輪郭は捉えている。あなたが今世に背負っているカルマのノルマが、あるいはその背負う様がね、その様そのものがこの方に強烈なインスピレーションを与えている。このね、あなたたちがもうね、共振してんだよね。あなたはもともと多分単独で動いてたんだと思うよ。あなたに感化されてこの方ももうシャニムに動き始める。もちろんこの方のね、シャバニンドで曇った色眼鏡のシャドウがふんだんにかかった主観を持ってあなたを捉えている。あるいはあなたに投影しているだね。この方にとってのあなたは、あなたが毎日鏡で見ているあなたとは違う。あなたが両親や兄弟に見せるあなたとも違う。あなたすら知らないあなたをこの方は愛している。だからある意味忘れる決意などしなくとも、そもそもあなたを知らないんで。だけどね、ちょっとね、注意した方がいいかもしれない。ユニバース、宇宙の力が働いているんだけれども、どうかな、なんかあなたになんか見てる、このお相手さんがあなたに見てる、とってもミニマムな世界に見えるかな。実際そうかもしれないね。で、とってもやっぱりね、囚われるデビルで、お二人が、因縁を持つ、トップのね、あなた素敵に羽ばたいてんだけど、やっぱこの5の位置にあるね、プリンセスのソーズは、どうだろうね、この、やっぱり単独で
やっぱり動いてるっていうのを感じるけどね、自分が自分の、求めるべきもの、単独で誰かと共闘してというよりは、自分で背負い込んでるものをなんか求めている、自分が一人で戦っているっていう、そうとも思えるな。それがだけどやっぱご縁があって、くっつくんだろうね。そしてね、この9のソードにね、アフロディーテかかってんだよね。これはあなたが燃えてるわけじゃないよね。ひょっとすれば、なんか幸せなあなたを許せないっていう、メッセージが降りてくるかな。このね、強い原動力を持った関係性を抜けるなんて許さないぞって、なんか次の恋でもしようもんなら逆恨みする人かもしれないね。まあね、このエースのソーズがさ、このお相手さんがあなたを忘れる努力の達成っていうことで読めばさ、とってもありがたいよね。真ん中ではこのアート、うまく陰陽をさ、いい部分、そして悪い部分っていうのも踏まえて、こうバランスが取れればね、とてもいいと思うけど、結構だけどね、ソードが強く出てるから、なんか逆恨みする人かもしれないね。ダールカナ2の女教皇だけれども、結構なんか激しいよね、差が。お相手さんがなんか思ってるあなたで、こちらが本当のあなたっていうか、結構なんか冷めてる感じ、なんか太陽と月みたいなね、カッカカッカこう思えてる、爛漫に咲き乱れてる世界観とね、なんか粛々と、月影のもとにね、身を潜めてるっていう。だからなんかあなたと感じ合いたかったんじゃないかな、この人は。あなたとなんか共有したかった、魂の共犯者、ツインレイでもいい。そうね、ちょっとなんかこの方のさ、アプローチっていうのがあるかもしれないから、あなたは少し身を潜めた方がいいかもしれないよね。不本意かもしれない。ね、気持ちは舞い上がってる。ね、もう自由に羽ばたきたいかもしれないけど、少し、なんか行動を制限した方がいいかもしれない。